はい合板とね断熱材全部運べました。しばらく休憩です。はい、いきなり始まる DIY 解説。なぜスタイルホームにしたのか解説します。 DIY でよく使う断熱材はホームセンターにも売っているロール式のグラスウールと発泡スチロール系の断熱材が主流です。施工がしやすく価格も控えめなのでグラスウール系の断熱材は人気ですが、デメリットは水や湿気に弱いことです。シートに包まれてはいるのですが、古民家は今後雨漏れの可能性もあるし、一度水につくとグラスウールは氷のようになって断熱性能もほぼなくなるので、今回は水にも強いスタイルホームにしました。発泡スチロール系で骨組みにぴったり入れていくことで強度もほんの少しは上がるんじゃないかなと願望も込めて選びました。自分願望調べです。古民家なので少しでも強度を上げたいし、キャンピングカーの時にも使っていた断熱材なのでこれにしました。骨組みの厚みに合わせて4センチタイプなので完璧な断熱ではないですが、土壁と断熱材とその間に隙間も作り空気層もあるし、この部屋は狭いのでこれで十分な気がします。では一気に断熱材全部やっていきます。ここがね複雑な感じなのでカットしてはめていきます。111、147、111書いておこう。147、111。イエス。
やー、ここがねちょっと梁の裏とかすごいやりにくいですけど、なんとか入れていきます。58 34.5 センチ。使うか。バンライファー弁護士涼介さん、ありがとうございます。はい、パーフェクトバリアはね難燃性も高いので大丈夫だと思うんですけど、ちょっと昔の電気の線がね通ってるので、そこに当たらないように裏から回して断熱しました。DIY のね地味な作業も楽しいですけど、こう一気に進む時はめちゃくちゃ気持ちいいです。あれがおかしいんだ。配線がおかしなことになってます。今日全部終わる予定だったんですけど、もう電気の配線がよくわからなくなったんで終わりです。DIY のね地味な作業も楽しいですけど、こう一気に進む時はめちゃくちゃ気持ちいいです。
さ。全てがうまくいくか。ついてくれ。よし、来ました。よし。断熱材ほぼほぼ終わりました。やったー。隙間に気密テープも貼っていきます。ずーっと上向いて手上げてるんで、だいぶ疲労が溜まってきました。あとラスト、あの変な形のとこだけやって今日は終わりです。来た。梁の隙間は一応断熱材を敷き詰めて、最後テープを貼って隙間をなくしました。ちょっと心配になって電気の線も全部新しくしたのでだいぶ時間かかったんですけど、やってよかったです。
断熱も二重でやって隙間なくできたんでね、やらなかったよりはきっと良くなるはずです。一応この後は、この上に合板か板か漆喰か、まだ決まってないんですけど、とりあえず貼って、で壁も断熱やって、で窓とかも作っていきたいなと思ってるんで、まだまだ部屋 DIY は序盤ですけどゆっくりやっていきます。かっこいい。お、アグネスちゃん、懐かしい。赤とんぼの歌、コロンビア。お、動いた。